おしょうです。はい、今回はインドの秘境の山奥にびっくりするぐらいとんでもない宿を見つけたんで、そこに行ってまいりたいと思います。のんきにインドの空港のトイレでこの時は歯を磨いててんけど、この後起きるとんでもない事態を僕は知る由もなかった。はい、というわけでインディラ・ガンディ国際空港、ニューデリーにある空港やなに着きました。で、今ターミナル3によってここからターミナル1に移動します。シャトルバスやな。なんか無料のシャトルバス運行してるみたい。これやな。これで国内線でパントナガールっていうめちゃめちゃ田舎の空港に行ってまいります。バス来たー。これシャトルバスでターミナル3から1に行きます。 100% エレクトリックって書いてある。電気自動車か。 0% スモーク。まあそれは当たり前やな。いやバスがな尋常じゃないぐらい揺れんねん。車輪片方しかないんかなぐらい揺れんねん。めちゃめちゃそんな揺れるってぐらい揺らしてんちゃうかな、両サイドからぐらい。うわー、やっと着いた。うわ、20分ぐらいかかった。結構やばい時間。ターミナル3から1までのシャトルバス20分ぐらいかかった。外せな。おっ、焦る。じゃあちょっと一回チェックインするわ。あれなんで座ってんの。どういうことや。急いでたはずの俺がなんでそこに座ってんの。終わった。終わった。一体どういうことなのか。喋りたくない。これ言わなあかんの。絶望や。とんでもないことが起きました。やらかした。マジでこれほんま今の気分言っていい。お先真っ暗。はい、飛行機逃しましたやばいマジで。ターミナル3からターミナル1にまずめっちゃ時間かかってん、バスで。それ飲んのにも時間かかってんっていうのも、余裕ぶっこいてホットコーヒーとかテイクアウトしてゆっくり飲んでたりとかしてんやん。まあいけるっしょって。大体2時間半ぐらい、まあ言ったら乗り換えも時間あるしと思ってバスでターミナル1に着きました。シャトルバスで。そっからチェックインってなった時に、まず外にゲートがあんねんな。チェックインする前にそのターミナル1自体に入るゲートがあって、そこでまず止められて、ボーディングパスあるかって。まあもちろんボーディングパス持ってんねんけど、それオンラインのチケットやねんけど、海外の SIM、フリーの SIM を使ってさ、エア SIM ログインしようとしてんけど、俺のメール Yahoo! Japan のメールアドレスにそのボーディングパスが届いてんねんけど、 Yahoo! Japan に一切ログインできひんっていうのも、多分海外からログインするのに結構規制かけてんねんな。だからなかなかログインできひんくて、それにめっちゃ手こずって、もうできひん、こっちなんで Wi-Fi 使おうと思って、もうインターネットもめちゃめちゃ弱いからもう無理やねんな。あかん、めちゃめちゃ言い訳してるやん。結局だからそういうボーディングパスをすぐに用意できんかった自分、そしてその後にすぐ俺はインディゴっていう、航空会社でチケット取ったから、はい、代理店速攻行って、代理店でチケットの代わりになるもの、俺がもうそれチケットやと思ってたん。なんかコピー用紙にコピーしていろいろバーコードとかついてて、フライトの時間やったりとかフライトナンバーとか書いてる。それ俺もう航空券自体やと思っててんけど、それでとりあえず入れてん。なんとか入れて、入る前もなめちゃめちゃ並んでてだから何人かにもう順番抜かしさせてもらって、ごめんっつって、I don't have time って言って、sorry って言って何人かこう行かせてもらって、やっとのことでターミナル1に入れてん。でもそっからチェックインがまだやってん。だけど俺はさっきの言ったら代理店でもらったコピー用紙のやつ、バーコードとか、それでもう俺チェックインできると思ってん。だからもう搭乗口にもうそこ行ってんやん。行ったらやっぱブーってバーコードが反応せへんの。これチケットじゃボーディングパスじゃないから言うて、一回そのチェックイン買うんかい行きって言われて、やばいわ。フライトまであと20分。
チェックインカウンターめっちゃ並んでる、やばいってなって、あそこもそのスタッフの女の人に俺も時間ないからちょっとチェックインカウンター並ばず行けるか言ったら、もう向こうの人も理解してくれて優しくて、でチェックインカウンター通してくれました。はい。でそこチェックインしますってなったら、そこでもエラー出てん、あもう時間過ぎてるわ、もうチェックインクローズ。これはもうどっち、これ他に方法ないんか。 You have no idea? アイディアないんか。俺はもう not possible って言ったら sorry って言われて、ほんま俺ってやるわ、こういうのたまに。年に何回か、何回旅しとんねんいう話やんな。ほんまこういうイージーミス、簡単なシンプルな、ただ単に余裕ぶっこいて、だから慣れてんねん、旅慣れしすぎて余裕ぶっこいてやで。ほんま先々ちゃんとその時間に余裕持っていったらええのにな。なんかダラダラしてまうねんな、なんか性格上全部ギリギリでなんかやろうとしてんねん。ほんまあとにかくもう考えててもしゃあないから、俺じゃあパントナガール行かないと、俺向こうで取ってんねん宿、面白い宿取ってんねんな。そのために今回来たわけやねんけど、でも今日の航空券調べたら、もうパントナガール行き、こっちのデリーからないねん。明日の早朝しかないねん。だからもう一回インディゴのカウンター行って、まあ安く変更できて、明日の朝早朝にパントナガールっていうインドの北西部にある田舎に行くことになりました。だから、今日予約してたその宿、面白い宿、はいボツになりました。動画もボツになりましたなんかもうどうにでもなれって気分になるような、こういう時ってこう愚痴っぽく言ってごめんやで、ほんまに。でまあ言うたらターミナル1に入って、で出るわけやねん。出る時も一回言ったら空港のアーミーに止められんねんな。なんで出んねんお前。一回入ったらだってそのまま飛行機飛んで、まあ言うたらどこかに行くわけやん。もう一回出るなんて無理なわけやねん。ほんじゃキャンセルした人とかのゾーンがね、飛行機逃した人らの列があって、そこでいろいろ書くねん、理由とか。バイバイ。みんな絶望的な顔してるほんまに絶望的なやつらの列があんねん、そこに。みんなもうってなってんねん、気が動転してんねん。それ見た時に不思議と、あれ俺ってなんか余裕やなって、なんかちょっと力が湧いてきてしまったっていうのがある。明日の早朝5時にまたここ来なあかんねん。もう早朝の一番早い便取ったから、それ逃したらもう俺は終わりだって。帰りの便も取ってるの、日本まで。だからこっからもう歩いて行けるホテル取った。もう今日ゆっくりするわ。もうそうなってしまったら今の状況も楽しむしかないやん。いやだー、プライベートだぜ。何ももう考えんと、ほんま今日は普通にホテルチェックインしてから遊ぶで。こういう休みのひとときをくれたんやなって思うしかないでしょ。もうほんまに。いや俺今年入ってもう何回目やろ、2回ぐらいやってんねんこれで。インド来んのにいいビザっていうビザ取らなあかんねん。前回のインド縦断のビザ切れてるから、今回また新しく取ってんや。やのにもかかわらずやで、自分で自分を陥れただけやねんけどな。誰も悪ないねんけどな。なんやったらアーミーの人もめっちゃ優しかったしなめっちゃ驚かれた。このターミナル1でいる時もリュックそれだけって言われて、今から何泊かするんですよ、リュックそれだけみたいな。もっと大きいバッグで普通飛行機乗って日本から来て、あ、OK, near here. Where are you going? My hotel. Which hotel? Airport hotel. You come with me and drop me. It's okay. Sorry. It's a very expensive hotel. One cheaper hotel. I already reserved. そう、ちょっと一人にしてくれ。今日ばっかりはマジで。ごめんやけど。はあ、着いた。もうほんまターミナル1の裏と言っても過言じゃないぐらい近かった。エアポートホテル、これな。どんなホテルか知らんけど、もう一番近かったから、ターミナル1から。だから取ったって感じ。はあ、ええやん。あ、これちょっと屋台みたいなのもあんのじゃん。とりあえずここチェックインして飯にしよう。
Very good. Yeah. I like Japan. Oh, you like Japan? Yeah. Oh. My YouTube channel. Some picture Japan. うん。 Very nice. People is very good. おー、ありがとう。 It's technology advance. ああ、そう、Yes。テクノロジー。そっかそっか。ナマステ。Yeah, my room. Okay. Oh, nice room. きれいきれい、clean, beautiful. Thank you. Thank you. ありがとう。うん。というわけで、素敵なホテルにチェックインすることができました。はい、こんな感じです。ホテルね、エアポートホテル1泊5000円でブレイクファースト付きで、ああいう優しい人が案内してくれて、はい、こんな感じです。はい、まあまあ普通に綺麗ないい感じの、こんなとこに絨毯も引いてあるしな。で、おしゃれやん、こういう毛布みたいな。暑いで今の季節。なんやかんやこういうのついてて頼めるっちゃ頼めるらしいです。やけどまあ外になんか見っけたからちょっと外で食べに行こうか。ちょっと休憩させて。ほんまに心臓ジェットコースターやった。あれ突然なんやけど停電しました。ふんだりけったりやな今日。よし、もう暗いから飯行こう。ホテルのもう真裏来てんけど、もうすごい雰囲気あるの。路地下町感結構出てんの。それちょいなんかホテルがあったりとか、あとなんか飯屋みたいなのもあんねん。あとハエめっちゃ多い。この辺ローカルな街な感じなんや。ほらピザみたいな。めっちゃ犬寝てる。すごい寝方。ものすごい寝方や。散髪やって売店あって結構いろいろあるな。めっちゃいいやん。なんかインド感じれてるやん。このちょっとしたビリヤニ食おうかな。ビリヤニ OK。 ビリヤニと、チキンヌードル。そうビリヤニチキンヌードル。うん OK。多分いけるやろ。海苔でいただきます。大丈夫。うまい。ホワイトソースみたいな。玉ねぎこんな感じな。じゃあ思ってる以上にうまい。やっぱ俺スパイシー好きやわ。いや普通に冗談抜きでうまい。カレーチャーハン結構辛めのカレーチャーハン。ホワイトソースみたいなのかけたらちょっとまろやかなる。これで250ルピーぐらい。こっちチキン出てる。チキンレッグ。あーうまい。いやここうまいぞ。飛行機の上し巡り合ったぞ。辛みが最高。辛みもうまみやからな。しかもこの山椒みたいなのも入ってんねん。山椒のスパイスが効いてんねん。テクニック使ってるで。飯うまい。マジうまい。あかんことの後にはいいことがあるな。逃したってことが過去のものになっていってるな。Thank you。もうこんなむしゃくしゃした日にはもう食って飲むしかないな。もうやってられへんで。このままやったらもうこの後のことはこの後考える。ああうまっ。ビリヤニの辛みをコーラで流し込む。うまっ。コーラみたいな服着てるし今日。ポテロさんのサンプルな。インドって言ったら赤やろと思って、ここのポケットにいい感じにこうちゃんとポテロさんタグがついてる。夏のインドでもシャッと着れる柔らかい生地になっております。なんかここ空港の裏やのにほんまなんか下町感あって街やな。ゆっくりした空気が流れてる。みんなあそこでなんか C 社みたいなやってたりとか、なんか集まってなんか安らかな気持ちやわ。こうああいうトラブルとかあったりとか
した時と心がギューって繊細みたいになってるからさ、そんな時にちょっといい人とかと出会ったりとかしちゃうの優しさ響くよな。感性が高ぶってるからさ、身に染みて感じるよな、美味しいご飯とか。まあ自分のせいやねんけどな。でも俺なんで今回に限ってやで、マジでいつもやんのに今回に限ってオンラインのボーディングパスをスクショとかなんやかんやしてなかったんやろな。いろんなことがつながって変な奇跡を読んだんやな。お、うまそう。もう腹いっぱいやから食われへんけど、なんかサンドイッチみたいな。へえ、うまそう。What's this? サンドイッチ。オッケーオッケー。ちょっと腹いっぱいじゃなかったら行くねんけど、ごめんやわ。チャイぐらいやったら飲めんねんけど。はいはい、ちょっとごめんな、飯食うた後やねん。ホテル戻ってゆっくりするわ。シャワー浴びたりなんやして。はい、というわけでホテルに帰ってきました。いやー、今日もいろいろ大変な一日だったな。いろいろあったけど、で真っ暗やないかい。選択肢寝るしかないから、もうこれ寝るわ。もう迷わず寝れるわ、これは。あれ、向こう光ついた。廊下だけついた。どういうことや。思ってんけど、真っ暗ってほんまにやることないな。何にもできひん。下のレストランでも行こうかな。じゃあ下になんかレストランみたいな併設されててさ、そこでなんか食べれるみたいやから、暇やからもうラッチやかん。真っ暗ってこんな暇なんかこれ。俺の部屋は上の階、停電してる。とりあえず何かしようってことで思い出の品のマギーを頼みました。マギーヌードル。はい、というわけでやってきました、マギーヌードル。なんかホテルのレストランに来てどうぞとマギー頼んでて、なんか毎回こういう時インド人で笑われんねん。なんでマギーあいつ日本人一目散に頼んでるみたいな。多分それぐらい庶民的なやつなんやろな。真っ暗な中気合いでシャワー浴びたから。You're staying here? Yes, Welcome. I like Maggi noodle. I love. Good. Good, very nice. Yes. Spicy. Spicy. I think so, it's spicy. この一人暮らしの貧乏飯感が最高やね。みんなも食うてみ。うまいよ。マジで。スープ飛ばすねん、こうやって。で、べちゃべちゃにするねん。この感じがめっちゃうまい。なんでここに来たかもわからん感じ。旅してるね。そういいかさんでやってられるのかな。おはよう。朝の5時起きれた。しこの思い出深い停電ハウスともお別れやな。おお、まだ外真っ暗やん。で空港ど真ん前やった。昨日とは打って変わって3秒でチェックインできた。なんとも言えへん気持ち。行ってきます。おお、いざパントナガール空港へ。かわいい。とりあえず無事にパントナガール空港へ到着。ほんま昨日着くはずやってんけど、今日着いてどうすんねん。宿もキャンセルになったからな。とりあえず昨日行くはずやった宿に行ってみるか。めちゃくちゃちっこいパントナガール空港をぴょんって出たら、もうそこにはタクシーのうんちゃんたちが目の前で空港出た人をもう今かと待ち構えてる。どうしようか、この渦の中に入るか。ただこっからもう使ってる SIM の電波が完全になくなってん。だから目的地行くんやったらもうこの中からまともっぽい兄ちゃんを探し出すしかない。No, sorry. 君に決めた。OK、パントナガール空港に着いて、でもうタクシーの運転手さん見つけたから、とりあえずエアビーのアドレスのとこまで一旦向かいます。とりあえず予約取ってないね、その宿も。もうその辺りまで行くわ一旦。 OK、 Thank you。 Let it go。 Ready go.
シートベルトしてないからずっとプップなってんねん。彼とこっから2時間から2時間半ヒマラヤ山脈の方面へ向けて旅します。懐かしいなこの景色。あれトゥクトゥクや。インド縦断旅思い出すな。はい、山に入ってきた。こっからどんどんこの車は山道を登っていく。もう日本人はここにはもう来えへんやろうな。で一つ言っていい？横でずーっと運転手が電話してんねん。もう1回とかじゃない。ずーっと横で運転手電話してるから。待ってまたかかってきた。हेलोほら अरे मैं कह रहा हूँ ना 何人友達も गाड़ी भेज दो यार फिर で電話やめた思ったら次 LINE やこれ。結構険しい山道やで。携帯いじんなってお客さん乗せてんのに。でいまだにずーっとシートベルトは全開やねん。 नंबर भी नहीं लगेगा अभी 10 मिनट で LINE 終わったらまた電話やねんこれ。 हेलो हेलो 横におる旅人の日本人の俺と会話を楽しもうみたいな気持ちが一切ないもんな。 अच्छे है めちゃめ नैनीताल आना ちゃ जाना 大きい川や。ひれ अच्छा すごい場所来たな。 पार्टी नहीं दे रही है ほんでこの辺から山道どんどん険しなんねん。で道も細なってきてん。ほんで横見たらやで。さすがのこいつも電話やめてん。真剣に運転しだしてん。Thank you。電話もほどほどにな。Thank you。到着。Hello。 So Sky cabin booking now? Yesterday, but I missed the airplane. Is it possible take a look cabin? Yes. Okay. I want to take video cabin. Okay. マジ。てかすごいえげつない場所来たな。日本人絶対誰も来へんやろ。なんなんここ。意味わからん山奥の村みたいな。もうすごい家があんねんここに。ただそれ昨日予約しててそこも埋まってたからさ。どこやろなんでこんな人おんかもわからんし。あらナイス見て。 You can have your coffee, breakfast すごい。あ、コーヒー。 coffee or chai. コーヒー。I want。そう、とりあえず状況を説明すると、昨日飛行機逃しました。だから俺が予約してたその部屋はなくなりました。だけどとりあえず見たいって言って、メッセージを送ってここに来たって状況で、もうまだ宿も何も予約してないって感じかな。Thank you so much. Thank you, you're kind. Thank you. いや、すごいこと起きて、俺なんちょっとな状況よく分かってないんだけど、今日の予約ってできへんかったはずやねん。そのキャビンっていうところ、俺が泊まりたかった場所な。なんとなあの人がいや昨日キャンセルなったんが残念に思ったということで、なんか今日開けてくれたみたいで、開けれんねや。だから今日ミラクル席に今日俺泊まれんねん。そのお目当ての場所。マジで最高じゃない？そんなこと起きるの？ってか予約してた人おったんじゃないの？でそういうわけじゃなかったってことやな、結局言うと。だから昨日キャンセルになったやろみたいな。そう飛行機遅れて、だから今日に予約変えたよみたいな。行けたんや。マジか最高。アメージング。ちょっと心臓ドキドキしてる。なんかどん底に落ちた後の最高潮。むしろ良かったんじゃない？ドラマティックやったし。どこにあんねやろ今。ほんま俺空港からだいたい1時間半ぐらい。3500ルピーかかった。日本円にしたら6000円ぐらいかかって、その交渉とかもせずにタクシー乗ったから、綺麗なタクシーで多分ウーバーとかに使われてるそうなタクシーやったからな。ナクチャタレイク。famous lake. That's good. How many hotels here you have? 15 cabins. 50 cabin? 15, 15. Wow. These are the Sky cabins. You can have any of the cabin, this one or this one. You can choose. You can go look there. Okay, thank you. すげえ、great. すごい。
森の中に浮いてる、宙に浮いてるスカイキャビンらしい。マジか。俺ラッキーボーイすぎひん？ここ結構予約満帆やねん、見てたらエアビーで。うわーすっげえ。マジ危ないで、見てこれマジすごい。あ、今掃除中なんや。ちょっと掃除中やったから退散したで。もう一個見よう。でも高いのはさっきのとこやねん。えぐいマジで。どないなってんの。ほらツリーハウスみたいなもんやけど、もうジャングルの頂上の山の上に立ってるスカイキャビンらしい。うわ、こっちもやばいな、絵面。はいはい、準備が整ったみたいなので、俺の今回の我が家をご紹介します。すごい景色だよこれ。こっから入場ゲートがあって、でこちら、おい見てみろよ、これ空に浮かんでんだぜ。すごすぎんか。ちょっと待ってよ。今日の俺の家オープン。あれ涼しい。待って、エアコンついてんじゃん。でこっちにトイレとシャワーついとる。こんな山の頂上に作ったキャビンでシャワーついとる。マジかよ。で冷蔵庫あって、ここ水って言ってたら飲み水言ってた。水道もあるし、電子レンジもあんねん。でベッドズドーンあって、ダブルベッドぐらいのサイズかな。でこっから山頂から山を一望できんねんけど、これ落ちたら終わりだぜ。今までのトラブルが演出みたいじゃねえかよ。おい最高じゃねえかよ。ほんまにどないなってんねん。ほんまこんな奇跡起きるかマジで。涼しい。エアコンでこのベッドからの眺めがこんな感じ。すっげえ最高。ほんますごい場所に来てんな。夜どんな景色なんねやろな。しかもやで、なんかメニューみたいなんがあって、だから飯とかも問題ないってこと。ここに持ってきてくれんねん。いやほんまに、いや12時は、いや1時はどうなることかと思ったけど、なんとか耐えた。ラッキーボーイ I'm lucky boy I'm happy。 いや一応その余ってた部屋があったんかな、分からんけど、そうで Airbnb 上でも確認してん。次の日もうフルになっててん。やのに行けちゃった。ミラクルって起きんねんな。絶望やってん。とりあえず昨日のビリヤニうますぎて忘れられへんから、今日もビリヤニいっちゃおう。なんてチキンチャーハンもいっちゃおう。何でもいったろう。よし、ほな近くになんか店とかレストランとか有名な湖とかもあるみたいが行ってみよう。うわ、それにしてもすごい場所やなこれ。よう作ったな。ほな散歩行こうか。散歩とは人生、そして散歩とは無意味な無目的な時間をゆっくりと噛みしめ味わうということ。そして散歩とは日常を旅するということ。まあとりあえず散歩が大好きやね。この景色浮かんでやがるぜ。お茶に用意せな。ほんまにこの階段だけでも結構急やねん。走りたくなる。これ子供とか結構危ないでなあ。おい壮大すぎるやろ。なんやこの景色。何もかも忘れちまうじゃねえかよ。うーわ、雄大とはこのこと。
ただいま散歩終了っていうのもな、なんかチェックインの時にいろいろ案内してくれたニーヤンとってニーヤンがなんか後でいろいろ湖周り案内すんで絶好のスポット行こうぜみたいな感じで言ってくれてから、あ、それやったら後で行こうやみたいになってっていうのと、あと腹減ったやろ、何食べたい、部屋に届けるでって言われて、お、それは手っ取り早いってことで、ここで食べるのもやっぱいいやん、ロケーションとしてな。チキンビリヤニ欲しいって言ってとりあえず届けてくれるみたいよ。だからここで待っとこう。この絶好の空中スポットのピンポンパンポン、お昼ご飯です。なんやこの最高なロケーションは。スプーンでっかー。ほんまちょっと意識つけなガコンいってまうからな。気ぃつけようかな。いただきます。これなんやこれ。あ、サラダか。サラダ。いただきます。ビリヤニ。ここのビリヤニどうでしょう。はい、うまい。あ、今回のインドで確実に俺ビリヤニ好きになった。いや、食うとったんやけど、なんやこれ、めちゃくちゃうまいぞ。言うなればスパイスチャーハンやな。結構辛めの塩味もめっちゃ効いてる感じで。はい、ビリヤニ絶景とともにごちそうさまでした。ビリヤニっていう名前がええな。なんか戦闘力高くてなんか強そうな感じするやん。Beautiful lake. What's this lake's name? It's Nakuchatal. Napuchatal. めちゃくちゃ有名な湖なんやって。すごいな。近くにこんな観光地みたいな場所があってんな。ちょっと山を降りてきてところやねんけど。Japanese people sometimes come here? No? 落ち着くな。すごいね。めちゃくちゃカラフルな街やな。Yes. And Maggi? これ2 minutes noodle. Yes, one Maggi. Okay. そこで Yes. Sit. Okay, thank you. グレープフルーツジュースや。酸っぱい。何も加えてない、そのまんまのグレープフルーツ100杯。おー、来たー、マッキー。Thank you。このローカルスタイル。うまそう。いただきマギー。I love Maggi. Yes, 2 minutes noodle. Can I buy 4 bags of Maggi? Because I wanna bring back to Japan. Yes. Okay. I'll give to my friend. Okay, there is no Maggi in Japan. Oh no, there's no Maggi Okay. in Japan. So that's why I'll bring. Okay. Absolutely. You can have a cartoon full of Maggi. That's the cartoon of Maggi. So I can't bring only 4 bucks. 4 packets. 4 bucks. Yes. Is that like famous in India or all over the world? It's famous in India also. It's famous in Uttarakhand also. 2 months you will see a lot of lotus. It looks like this. A total green. Total green. Yeah. マジうますぎたから4袋日本に持ち帰るって言って買った日本でマギ楽天とかアマゾンで買おう思ったら数千円すんねん。ここほんま数十円単位で買えるからさ。インドの国民的2ミニッツヌードルマギーでした。マギーごちそうさんでした。ちょっとこの湖の前になんかおすすめのカフェある言うからニーヤンのナイスビュー。すげえな。大自然やなここ。神秘的やな。Want to have something to drink? Oh yes, you have coffee? Yeah. Here. Black coffee Yes, black coffee. without sugar. Thank you.
もう俺がブラックなコーヒーしか飲めへんって分かってくれてんねん。もうウィザードシュガーってほんまここなんかゆっくりとした時間流れてんねん。草木が多い分マイナスイオンなんか分からんけど、この風が美味しいもんな、空気が。で鳥の声とかがすごいね。草木の音と虫の声。うわー、なんかリラックスできる空間やな。めちゃめちゃ砂糖入ってるやないかーい。はい、夜になりました。あ、ちょっとライトアップされて明かりてってんねや。これしっかり集中して降りな。これ落ちたらもうひとたまりもないからな。ただいま我が家へ到着。今回も地球でよう遊んだな。ちょっとなんかライトアップされてんぞ、青に。おお、めっちゃ外に虫こびりついてる。うわー、危ねえ。これ外窓開けたらひとたまりもないで。俺もうジャングルですからね、外は。今回の旅もついにいろいろあったけど、何はともあれ終わりを迎えようとしています。振り返ってみて、今回の旅の人生の教訓。時間厳守。時間通りに行動すると間に合わないんで、時間前に行動することをこれから心がけたいと思います。多分無理そうやけど、ちょっとシャワー浴びてくる。気持ちよかった。身も心も。いただきます。気持ちよかった。てかお湯でいるやん。お湯出たらもう身も心もホットやわ。それ言いたかって。いただきます。気持ちよかった。シャワーお湯出たわ。これで身も心もホットやわ。俺が使ってるポデロサビューティーの顔パック売り切れてたけど再販決定しました。概要欄からチェックしてみてえな。それ言いたかった。旅したー。寝る準備しよう。とてつもない睡魔が俺を襲っている。今回も何はともあれいろんなことあったな。ドラマティックな展開やった。旅の神様は俺に味方しすぎてないか。心臓何個あったんタランティーノ。マジで運良すぎたな。嫌なこととか辛いことあったとしてもダメに進んでたらまだ浮いてたよ。その次はいいことが待ってる。最高なインド旅でした。やっぱりインドはゲタラメみたいな日々を提供してくれんの。また帰ってくるわ、すぐに。明日日本帰るぜ。もう二度と戻らない日を